誰にも話してはいけない。雪女。雪の中で行き倒れになった女の亡霊、雪の精霊や山の神の巫女、姿の見えない化け物の化身など、各地に多種多様な伝承を残している妖怪である。雪女の出現は古く、室町時代末期に書かれた葬儀法師による怪談集、葬儀諸国物語には、すでにその名前が見られる。けじょ過ごし、おぼろよの雪。私が新潟に行って2年が過ぎた。この年も暮れて、翌年の3月頃、南側の雪は少しずつ溶け始めていた。明け方用を足すために引き戸を開けると、竹やぶの端に怪しい女が一人立っている。背丈3メートルほどもあるだろうか。肌は透き通るほど白く、白い着物を着ていた。その着物の絹は見慣れないもので、きめ細かく滑らかで、光り輝いて辺りを照らし、その女の姿がはっきりと見える。整った顔立ちで凛とした様子は、女神やかぐや姫を見つけた時もこのようであったかと思わせた。まだ20歳にも満たない女であるが、髪の毛は真っ白で普通の女には見えない。何者だ、名を名乗れと言って近づくと、女は庭の方に歩いていき、かき消えるようにして消えてしまった。夜が明けてこれを知人に話したところ、それは雪のせい、俗に言う雪女だろう。大雪の年には稀に現れるそうだ。と言った。私は本当に雪のせいであれば、一番雪深い時に出るのではないか。雪が溶け、春も近い時に出るものが雪女だとは思えない。と返すと、知人は答えて、花は散り始めが美しく、葉は落ちる前に紅葉し、灯火は消える瞬間に光り輝くように、雪女もまた雪がなくなりかけた時に出るのではないか、と言った。私はそういうものかもしれないな、と思った。などとある。この話の中で、雪女とかぐや姫をなぞらえる表現があるが、山形県の雪女郎はかぐや姫のように、もともと月の世界の姫君であった。退屈な生活から抜け出すため、雪とともに地上に舞い降りてきたのである。しかし、月へ帰れなくなり、そのために雪の降る月夜に現れるのだと言われている。もう一つ有名な話では、言わずもがな小泉八雲の怪談、雪女である。動画にもしているので見てほしい。あらすじはこうである。模索という老人と美濃吉という若者が二人雪山の小屋で寒さに震えながら寝ていると、
スーッと戸が開いて雪女が入ってきた。そして模索に覆いかぶさり、息を吹きつけて模索を殺してしまったが、美濃吉は雪女と誰にも話してはいけないという約束を交わして助けられた。美濃吉はその夜のことを誰にも話さなかった。そして年月が過ぎて、おゆきという娘と結婚し、10人の子を設けた。ある日美濃吉は、時が流れても美しいままのおゆきを眺めて、あの日のことを思い出し、昔、お前とそっくりで美しい女に出会った。あれは雪女だったのだろうか。と、おゆきにあの日のことを話してしまった。するとおゆきは、あれは私、このおゆきでした。と言って、雪のように書き消えたという。美濃吉は、残された子供たちのために生かされたということである。最も有名なこの雪女の話は、東京都青梅市の伝承とされ、その地には雪女ゆかりの地碑も建てられている。美濃吉は雪女に二度命を助けられ生きながらえたが、雪女が人を殺めるという伝承は各地に残されている。岩手県や宮城県では雪女は人の生気を奪うとされ、新潟県では人を凍死させ、また子供の生き肝を取るとも言われた。秋田県では雪女の顔を見たり言葉を交わすだけで食い殺されるといい、茨城県や福島県では逆に雪女の呼びかけを無視すると谷底へ突き落とされるのだという。雪女は子供を連れて現れることも多く、妖怪産めに似た伝承も残されている。吹雪の晩に雪女が雪んこを抱いて通りかかる人にこう抱いてくれと頼んでくる。その子を抱くとどんどんと重くなり、人は雪に埋もれて凍死してしまう。頼みを断れば雪の谷に突き落とされるのだという。八方塞がりである。しかし青森県にはうまく難を逃れた武士の話がある。ある武士が雪女に子を抱くように頼まれたので、短刀を口にくわえ、子供の頭近くに刃が来るようにして抱いたところ、子供は大きくなることができず、難を逃れることができた。そして雪女から子を抱いてくれたお礼にと、数々の宝物をもらったのだという。雪女の伝承には、山の神の巫女や年神としての性質を持っているものも多い。青森県や岩手県では、雪女が正月元旦に人間界にやってくると言われ、小正月または満月の夜には、雪女がたくさんの子供を連れて
野に出て遊ぶので子供の外出を戒める。また吹雪の晩に雪女を親切にもてなしたところ、翌朝雪女が黄金になっていたという話もある。奈良県の雪女の一種とされるおしろいばばあは、おしろいをべったりと塗った老婆の姿で鏡をじゃらじゃらと引きずり、雪の日に酒をもらいに来るおしろいの神に仕える侍女だと言われている。鳥取県ではと言いながら白握手を振り、淡雪に乗って現れ、水をかけると膨れ、湯をかけると消えるのだという。類似の妖怪につらら女という儚い妖怪がいる。ある独り身の男が軒下に下がったつららを見て、俺にもこのつららのように美しい妻が欲しいと嘆いていると、その願いが叶い、美しい女が現れて男と夫婦になった。しかしなぜか妻は風呂に入るのを嫌がった。男は無理に進めて妻を風呂に入れたが、妻は風呂から一向に上がってこない。心配になった男が風呂を覗くと、妻の姿はなく、湯船には氷のかけらがわずかに浮かんでいたのだという。多くの場合、つらら女やしがま女房は風呂やいろりの火に当たったり、春になると消えてしまう。稀に次の冬に再び現れることもあるが、その時に再婚していると、つららを突き刺されて殺されてしまうこともあるのだという。岐阜県には雪女の正体は雪の道という化け物だという話がある。雪の道は目に見えない妖怪であるが、雪女や雪玉に姿を変えて現れる。そして山小屋に来て、水をくれ、水をくれと叫ぶのだ。言われるままに水をやると殺されてしまうので、熱いお茶を出せばよいのだという。またこの雪の道撃退の呪文も伝わっている。先黒文字に後帽子、雨宇治川のやつゆばえ、締め付け入ったらいかなるものもかのうまいである。この呪文は雪の上を歩くための和漢敷を作る方法にちなんでおり、先黒文字に後帽子、雨宇治川のやつゆばえ、締め付け入ったらいかなるものもかなうまいの意味だと考えられ、雪の道撃退の呪文が雪を歩くための道具、和漢敷の作り方で伝わっているところが面白い。様々に伝えられる雪女であるが、年々暑さが増し、住処を追われてしまったのか、はたまた月に帰ってしまったのか、現代において出会うことはない。
う。